はい。皆さんこんにちは。ユニバーサンドの綾乃です。本日はですね、今年最後のライブ配信かな、もしかしたらちょっと1回あとできるかもしれないですけど、おそらく今年最後になると思います。ということでですね、本日もライブ配信をしていきたいと思いますが、タイトルにもある通りですね、宇宙的雑談と、あと、2026年にね、ついてちょっとお話をね、したいなというふうに思っております。冬至を経て、クリスマスですね、今ね。皆さんいかがお過ごしでしょうか？私はですね、最近のYouTube をご視聴をね、続けていてくださった方は、私が当時にね、とんでもない出来事が、あらわになってですね、一旦マジで死ぬっていう、そしてお詫びの動画を上げるというね、そこまでこの YouTube で出てましたけど、青の空間をね、やりまして、あの日のやっぱりチャネリングメッセージ、蓋を開けたらやっぱものすごいことを、シェアさせてもらったりとか、あとはライトランゲージのエネルギーワークがですね、珍しくその工事からのね、注釈があったんですけど、やっぱ強烈だから、1週間に1回にしといてみたいな、あんまり聞かないでみたいな、そんな注釈があるぐらい、いや、ものすごい強烈で、次の日はほとんど動けなかったです。ほんとに文字通り、こたつでこうなって、あれもやらなきゃ、これもやらなきゃなんだけど、なんだ、今日はもう私は本当に動けませんみたいになってましたね。でも、元気です。はい。で、最後のね、配信、になるので、いろいろね、だらだらとあっちに話が飛び、こっちに話が脱線しなんてしながら、ちょっと雑談がてら行きたいと思いますので、皆さん、大掃除のお供だかわからないですけど、なんかね、ながらで聞いていただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。私もね、最近、やっぱりその当時前で深くさ、自分に向き合っていたりとか、もちろんそういうさ、いろんな今まで沈んでいた部分、記憶もそうだし、それにまつわる感情もそうだし、そういったものがやっぱりぐっとさ、上がってくるようなね、そういったディープな時間でしたから、当時っていう日をさ、過ぎてすっとそれが、はい、おしまい、次みたいな感じじゃないじゃない。やっぱり、余韻があるっていうか、私自身もそうで、やっぱ記憶がさ、はって急に思い出したりするの。あの時私のああいうことがあって、こういう風に感じてたなみたいなさ、それがあったので、それをね、皆さんとね、シェアしたいと思うんです。で、これは、別にシェアしたからってさ、何があるってことじゃないと思うかもしれないけど、そういった人の潜在意識下に降りていた話を、こういう風に自分は感じて、こういうことがあったんだっていうのを聞くことによって、その人自身の潜在意識っていうものも、ある種活性化されるんだよね。なので、皆さんが個人で、また何か自分の気づきだったりとか、潜在意識に沈んでいたものをね、そっと手放す、その一役をね、変えたらいいなと思ってシェアしたいと思います。2つね、エピソード用意したの。で、1つ目は、私が幼稚園だった頃、に、髪の毛がさ、長かったのよ。それで、三つ編みしたりさ、なんかポニーテールしたり、親が結んでくれて、リボンとかさ、ゴムとかさ、そういうのをつけてもらってたのね。で、その時にさ、私が蘇ったワンシーンは、自分が住んでいた、町の駅にね、知り合いの人がさ、おばさんが遊びに来てて、で、それを駅まで送っていくっていうシーンだったので、その駅ビルの中を歩いてる時にさ、ね、幼稚園児だったこの綾乃ちゃんがですよ、可愛いゴムとかさ、なんかピンとかってラックに
なってるじゃないですか、お店の。男性陣はちょっとわかんないかもしれないですけど、こう回転するラックにさ、バーっとかかってんだよね。で、それ見て、「あ、可愛いって言ったの。ね。それで、いや、めっちゃ覚えてるでしょ。いや、忘れてたんだよ。で、「あ、可愛いって言って、あ、これ欲しいって言ったの。で、子供だから普通じゃん。ほんで、そのおばちゃんが、「あ、いいじゃない」なんて言って買ってくれたのよ。で、「やったー」なんて言って、「嬉しい」とか言って、「ありがとう」って言って、おばさんをこうやって、うちの母親とね、一緒に見送って駅で。その途端、うちの母が豹変したの。バッて、なんかこんなんなってて。で、分かんないじゃん、子供だから。で、帰り2人でさ、家まで歩いてる時にさ、すっごい明らかにもう怒ってんの。で、なんだろうと思って、私なんかしたかなって、子供ってそうだよね。うん、私なんかしたかな、怒らせたかなとかさ、そうやってなんかもうバクバクするわけ。で、どうしたんだろうどうしたんだろうと思ってさ、したら母親が、すんごいもうなんか鬼の形相だったんだよね。すんごい顔してさ、私のことこう睨みながら、ああやって人様に物をねだるような子だとは思わなかったわみたいな。えって言って、それが、その瞬間、幼稚園の時の自分は分からなかったの。え、どういうことだ、何を言ってんだみたいな。で、後にさ、ね、分かったわけ。子供ながらに、人にあれが欲しいって買ってって、それをおねだりするっていうことは、罪なんだと。とてつもない大罪なんだっていう風にその時は思ったわけで、母親はものすごい厳しかったんだよね。私の母親厳しかったから、怒られ方も半端じゃなかったし、その説教の前のさ、もうすでに怒りがこう充満していく、あの時の表変していく様っていうのが、もう子供にとって恐怖でしかなかったの。で、それをすっごい思い出したの。で、あん時マジで怖かったなって思ったと同時に、ね、自分ちっちゃい頃の自分に対してさ、今の私だったら思うわけ。自分のお金ないしさ、幼稚園の頃はね。自分で自由に買い物できないじゃん。だったら、大人に買ってもらうしかないじゃん。だからさ、おねだりするしかないじゃん、自分の欲しいもんがあったら。で、それをしたわけじゃん。間違ってないと思って、確かになんつうのかな、その、日本人のこの傾向として、日本人なのかな、わかんないけどさ、あれが欲しい、これが欲しいって言っておねだりして買ってもらうっていうのは、あんまり品のいい行動だっていう風にされてないじゃない。ま、確かにあるよ。買って買ってみたいなのってちょっと、うえって思う部分があると思うから、私もなんかそれを推奨しましょうとか、そういうことでは全然ないんだけど、でも子供だからさ、いいじゃん。うん、欲しかったから欲しいって言ってさ、で、大概子供が欲しいって言ったって、ほとんど買ってもらえないじゃん。だって、スーパーでだって、おもちゃ売り場でだって、子供は泣き叫んでるわけでしょ。それで、うちの娘もやったりしたよ、スーパーで。うん、床に寝転がって、「もう買って！」みたいな。だけど、やっぱ、それしないと大人にはさ、買ってもらえないしさ、買ってもらえないんだから必死にさアピールするしかないじゃん。じゃあ、もちろんさ、今大人になったし、親になったから、分かるんだよ。両方どっちの立場も。で、もし自分の娘がさ、ね、誰か自分の知り合いっていうか、にね、あれ買って、これ買ってみたいに言ってたら、おい、ちょっといい加減にしろみたいにさ、言うかもしれないけど、でもなんかあの時に感じてたその自分、その体験が、やっぱり欲しいものを欲しいと言ってはいけない。うん。自分が欲しいものを人からもらってはいけないっていうさ、そこだけ取り出してみるとさ、いや、そうではないよねっていう部分が含まれてるのにがっちり出来上がってるでしょ。だから、そうではない部分があるっていうさ、もうちょっとそのカチッってなっちゃったさ、こうあるべきみたいなのをやっぱり今回気づいて、ふわっと少し緩めてあげることができましたね。なんか、自分の娘なんか、今小学校5年生だけど、上手よ。私になんかこうアイスをね、
この寒いのにさ、アイスを食べに行きたいと。なんかセブンイレブンでしか売ってないなんたらアイスっていうものをね、食べてみたいんだって、なんか、ショート動画かなんかで見たらしいんだけど、で、それをさ、みたいな。今からまたコンビニ行くの？とかさ、この前アイス買ったやんとかさ、思ってる時にパッて見たら、で、パチパチパチっつって、お願いとか言って、ちょっとそうやっておちゃらけたりするのよ。うん、それで、なんかそんな風に、気楽にっていうか、それをすることが罪だなんて彼女は思ってないから、ね、買ってくれるとしたらお母さんだけだからさ。それをなんか素直にさ、5年生にもなってパチパチなんてやって言ってくれるっていうのは、可愛いなっていう風に思いました。かといってね、何でもかんでも買ってあげられるわけじゃないからさ。うん。そういう時は理由を説明してね、今回は無理ですと。いうこともあるんだけどさ。なんかね、だから、些細な話じゃない？いや、よくあることでしょ？うん。人によってはさ、なんかおねだりするとか、別の子供がさ、無邪気にしちゃったことでさ、ね、ひっぱたかれた人だっていくらだっていると思うんだけどさ、親のしつけでさ。でも、もちろんそれの100%が理不尽で間違ってるかっていうと、そうではないけど、その体験をきっかけに、頑くなな、こうあるべきっていうものは作り上げられてるよね。うん。で、私も、もちろん今は誰かにおねだりしたりしないじゃん。大人だから自分で買ったりできるけど、でもそのもっともっと前段階で欲しいものを欲しいと純粋に思っちゃいけないみたいなさ、そういうロックがかかっていたのを外せたのは、すごく今回の気づきで良かったなっていう風に思います。うん。なんかね、やっぱ貧乏症のところもあるからさ、私が、ね、なんか贅沢しちゃいけないとかさ、余計な買い物しちゃいけないとかよくわかんないけどさ、なんかそういうちょっとね、せせこましいところが自分にもあるから、欲しいものを欲しいと思うのは自由だからさ、そこら辺はまずいいんじゃないかなって言ってね、すごいすごい低いステップですけど、そんなことも自分に許可できたりしましたね。あとね、最近の気づきっていうか、いやだからフラッシュバックがすごいのよ。あん時ああ言われた、こん時こう言われたみたいなさ。今度の、次シェアするエピソードは全然大人になってから、まだ20代だったけど、当時ね、どうしようもないダメな男と付き合ってたんですよ。まあ、それでもその人にもいいところがあったから、まあ、いいんだけど、ね。で、今思っても当時の自分、20代だったから、私も全然まだまだ子供でさ、未熟でさ、ね、どうしようもない自分もすごく危なっかしいところいっぱいあったけど、その自分ですら、こいつはやべえと思ったぐらいなんだけど、ことごとく全てが裏目に出るようなね、人だったの。悪い人じゃないんだけど、ありとあらゆる全てのところでトラブルを起こしたりとか、その人が悪いっていう風に、なんか原因になってしまったりとか、とにかくね、なんかそういうこもちろん運にも見放されてたし、っていうような事件がいっぱいあった人だったのね。で、その人の口癖がさ、俺が何したよって言うのよ。で、これってさ、例えばなんかトラブルがあったりとか、責められた時とかね、なんか、話し合いをしてた時に、だから俺が何したよって言うっていうことは、ね、自分の責任じゃないよって、俺には非がないよっていうことを言ってるわけ。つまりは、起こっているトラブルからそのもろもろ全ての出来事は、他責、自分じゃない、他人の責任だっていうことを言ってたけど、もうこれさ、今の私からちゃんとそれを何て言うの、解釈したら、いやもうそもそもその多責だから全てが悪循環だったんだよっていうことは分かるんだけど、当時はもちろんそういうさ、ちゃんとした仕組みとかロジックみたいなのを20代の自分はあの、理解してなかったけれども、俺が何したよっていう返しをされること自体が全く私は理解できなかったんだよね。でも常に他人のせい、自分は悪くないっていうスタンスでいたから、
いや、ありとあらゆるトラブルをあの人は引き起こしてたなみたいなのが、ふーと思い出した、その流れのまま、もう一個思い出した、その昔付き合ってた人とのね、エピソードの一つに、いや、お前強えよみたいな風に言われたの。で、何に対してそう言われたかっていうと、当時もう20代後半、20そうね、30手前ぐらいだったけど、ね、当時はフラメンコダンサーのさ、駆け出しでさ、ね、ギャラっていうものをいただいてさ、踊ったりし始めていた。で、生徒はもうもちろん持っていたし、かといって、プロとして自立してたかっていうとまだっていうね、そういう時期だったんだけど、そのプロになっていくとかさ、アーティストとか踊り手としてさ、自分の身を立てていくっていうことに対して迷いとか不安とかないのって聞かれて、いや、ないよって言ったのね。で、それに対して、おめえ強えなって言われたの。で、いや、それがなんで強いかね、わからなかったの。強いか弱いかっていうものじゃなかったのよ。私にとっては、その時にその当時の彼氏に、なんでそういう風にね、不安とか恐れがないかっていうのを説明したら、漠然とだけど、漠然とっていうか、自分に才能があるって、もう信じてたの。当時、若かった頃は。うん。それなりにほら、3歳からバレエとかやってたからさ、ダンサーとしての下積みっていうのはもうキャリアとしては長かったから、だし、自分はイケてるみたいに思ってたんだよ。あるでしょ？若者あるある。ね、過剰ななんかこう自分を信じるみたいなさ。だから、自分には才能があるはずだから、それが開花するまで形になったり、評価されるまで続ければ問題ないと思ってたの。要はね、認められたり、例えばコンクールで賞を取ったりとかさ、プロとしてさ、生計を立てられるまでの途中で辞めちゃったら、それはダメだったって終わるけど、自分は才能があるから、続ければ必ず、なんていうの、そこに到達できると。要はそこに続けるかどうかの違いしかなくて、強いか弱いかとか、恐れがあるとか不安があるとか、そういうのはもうほんとにね、一切考えてなかったのね。で、そのね、居酒屋でさ、なんかお酒飲みながらその話をして、おめえ強えよみたいな。で、それ言われてる意味すら私は全然わかんないみたいな。ただやりゃいいじゃんみたいな。そんな会話をさ、ふと思い出したんだけど、ね、今の自分も結構その論理がまだ残ってる、自分の中に。なんか、これをやると何になるんだとか、成功できるのかとかさ、わかんないけどね。うん。ライトワークでもさ、なんでもそうじゃない？こういうスピリチュアルな活動もさ、ね、どうすんだ、不安があるのかとか、恐れがあるのかとかさ、どこに向かっていってんのかとか、いやさ、そういう風に冷静に聞かれたら、みたいなところがあるんだけど、でも自分の中では、あの続けることが、全ての結果に繋がっていく。要はだからやるかやらないかしかないっていうのがすごくあるわけ。だから、何でもこう行動してトライするっていうの、チャレンジしていくことが見つかったら、それはもう大いにやっていくし、一つそれをね、トライして経験を積めたらさ、そこのステップだからこそ次のステップが出てくるわけじゃん。だから、それ一個一個やるしかないし、逆に言えば、それをやってくことが正解の道だと思うわけ。なんか、どっかで確変とかさ、なんか飛び級とかって、そういう瞬間が傍目から見るとあると思うの、私の人生なんかは。うん。だけど、そのさ、ボーナスステージのこう階段にさ、たどり着くにも、やっぱり一段一段上がってくんだよね。あるところはなんかちょっとこう見えるかもしれないけど。だから、お前強えよと言われたあの20代の頃から基本構造ってやっぱ変わってないんだなっていうか、だから、言い方によってはシンプルなのかもしれないんだよね。
何に繋がるんだとかさ、そのライトワークして、それが何なんだみたいに言われて、いや、何なのかじゃないんだよみたいな。要はそれが何かの結果になって、それが何かの弾みになって、どんどんと新しい可能性に繋がっていくためには、もうただやり続ける、ただチャレンジし続けるしかないんだっていうさ、ことをね、今でも同じやんとかって、当時のね、その人の会話を思い出した時にね、自分を振り返って思ったりしましたね。そんな感じで、自分がさ、こ潜在意識にあった記憶、ね、普段そんなに思い出さなかったようなことを思い出すきっかけによって、今の自分の価値観がさ、少し緩んだり変わったり、ね、することもあるし、今の自分の姿勢とか生き方みたいなものを別の視点からね、客観的に見て、ああ、そうだね、こういういい部分は変わってないね、ここはもう少し、なんか改良が必要だね、じゃないけど、なんかそんな風にね、思い出してあれが嫌だった、これが嫌だっただけじゃなくて、それをもうちょっと今だからこそね、なんか組み替えたり書き換えたりしてあげられたらいいんじゃないかなっていう風に思いますね。うん。そんな感じですかね、私の最近の気づきは。で、さてさてなんですけど、青の空間でさ、2026年についてね、工事からメッセージがあったんですよ。で、やっぱりものすごく私にとっては、結構興奮するような、エキサイティングな内容だったし、それはある種の希望があったのね。で、青の空間は有料のね、場ですから、それを全てね、ここでシェアすることはちょっとできないんですけど、どういったことをね、その私がエキサイティングに感じたかっていうと、やっぱり2026年以降についての新しいスタンダードっていうのかな。これまでこういうのが当たり前だったけど、そうじゃないものが当たり前になっていくって、この変換するその兆しの、ここだよっていうポイントを聞いたりとか、あとはこの先のその時代っていうのかな。時代を象徴しているムードとか、カラーみたいなものが、こういう感じで、変わっていくんですよっていうのをあらかじめ聞いたりしたんだけど、これでね、やっぱり個性派の方々は時代が来ますから皆さん、希望を持って自分を突き通して欲しいと私は強く思いましたね。なんかちょっと含んだ言い方しかできないからごめんなさいなんだけど、1個だけね、何か言えるとしたら、これまでは類が友を呼ぶではないですけど、意気投合した同じ考え、同じ趣味、なんか同じわかんないけどね、そういうシンパシーが持てるっていう共感できる人とコミュニティをね、作っていった時代だけど、これからは別になりますと。違う者同士が結びついて、新しいものを創造していくっていう、今までとは全く別のそのコミュニティの形成の仕方、人と人とのつながり方、そしてその価値がどこに見出されるかっていうので、転換していきますよということでしたね。なんで、要はさ、違う者同士が、出会ったり、ぶつかったり、わかんない、何かお互いを触発したりするとしたら、この違いがはっきりしてればしてるほど、そのスパークっていうのは多く飛ぶんだよね。大して違いがなかったらその程度なんだよ。でも、もう白か黒かみたいなさ、すごく個性がだったね、人と人が何か交流っていうかさ、関わり合いを持ったら、やっぱりものすごい爆発力を発揮するみたいな、そんなイメージなんだけどさ。ってことは、やっぱり、青の空間のテーマがさ、あり方の確立だったけど、要は自分っていう個性とかさ、自分のそのソウル、魂だよね。それをしっかりと表現するっていうかさ、自分の在り方にそれが直結していくっていうか、自分の魂と自分の言ってることとやってることと全部がバラバラだったら、個性もクソもないじゃない？で、そういったところをね、ちゃんと一致させて、
自分としてね、あるっていうようなことが、テーマだったんだけど、それをもろもろ含んで、いや、この先本当に面白い時代になっていくんだな、ちょっと楽しみだなっていう風に思いました。もちろん、社会情勢とか環境とかいろんなことで、目まぐるしさっていうのは絶えず続いていくと思うんだけど、それでもその中で生き抜いていく私たちは、その側っていうのかな、外側に翻弄されるだけではなくて、やっぱり楽しいから自立して、自分の在り方っていうものを確立するんだっていう道を歩んでいれば、またね、全てに巻き取られる、絡み取られる、流されるだけじゃない、個人としての人生の充実っていうものをちゃんとね、得られるんじゃないかなっていう風に、感じられたのが、あの空間ですね。なんで2026年からそれは始まっていくと。だけど、もちろんそれが、時代のスタンダードになったりとかさ、になるにはまだまだ全然時間がかかりますよっていうことではありましたね。なんでこれをね、皆さんとぜひシェアしたいなという風に思ってます。そんでね、2025年、私は最後に、そう、明日から高知に行きますけれども、なんかの、タイミングの配信で、高知でのフィールドワークね、募集できたら、アナウンスしますんで、みたいなことをさらっと言ったと思うんですけど、今回ちょっとクローズドになりました。うん。準備が、追いつかなかったっていうこともあるし、ちょっとね、申し訳ないんですけれども、なんで私と、クリスタルサークルの代表の信江さんと、あと他に2方クリスタルワークのね、インコーチをやっていきたいと思います。クリスタルを巻いて、そして、年明け1月から皆さんにお配りする新しいクリスタルのね、エネルギー転写を、そこでやって、代表の信江さんにその新しいさざらいをね、授けていきたいと思います。年内そんな感じじゃない？ね、新年ですね。私は年が明けたらですね、元旦1月1日には、マンスリーライトランゲージを配信しますね。そして、次は1月15日が遠隔ヒーリング、月1のやつね、ボリューム 85？ 85？ 86？ ね、だいぶ続いてきましたね。そして、3月には福岡、東京での、クリスタルワークをね、皆さんと一緒にやるって。これはもうがっちり企画しますので、ちゃんと告知をして募集をしたいと思います。で、もうあらかじめアナウンスしておきますけれども、クリスタルサークルの活動はさ、すべて無償でこちらからさせていただいている、手数料からさざれ、水晶のお金か何かなんだけど、やっぱり運営のいろんなことがあるので、フィールドワークっていうのかな、みんなで集まってやりましょうっていう時は、有料になると思います。参加するのにね、少し代金をいただきたいと思っています。その代わり、その会でね、私が、実際一緒にいないとできないことをやりたいなと思ったので、よくライトワークで私がね、現地に行くとやる、水に転写をするっていうね、エネルギーを水に転写してそれをまくっていう、そのワークを一緒にね、皆さんとやりたいと思うので、その場で私がエネルギー転写をさせていただいて、皆さんに1本ずつお水をお配りして、あとは、そこに集まってくださった皆さんへね、チャネリングのメッセージを、下ろすっていうのもやりたいと思いますし、あとはお日柄とかさ、要は寒いとか暑いとか、それにちょっと左右されたりするんだけど、あと場所とか。やっぱり、そのワークに入る前に自分をね、こうセルフヒーリングとかエネルギーを整えるっていう、そういったちょっとしたエクササイズみたいなのも、私がね、直にレクチャーするようなね、時間も持ったりしたいと思います。あとはそれが終わってみんなでシェアして、ランチしてみたいなね、そういう込み込みになると思いますんで、有料になると思いますけれども、3月下旬ですね、福岡、東京、ぜひたくさんの方に、参加していただきたいですし、皆さんとお会いするのはめっちゃ楽しみですね。そして、
4月には、4月後半かな、私は、2026年第1回目の、フィールドワークに出ます。ライトワークでね。今回は、チェンマイです。チェンマイ。その準備をね、もう始めています。で、どういった内容になるかっていうのは、まだこれからね、しっかりとチャネリングをして、情報を下ろしていきたいなと思ってますし、まだ今回ね、そのフィールドワークに、出るメンバーっていうのも、まだ確定はしてないので、どんな、こうメンツになるのかも楽しみですね。一応私が決まってんのは4月ぐらいまでの予定かな。うん。十分っしょ。なんかあんまり先の予定までさ、がっつり組まれるのすごい好きじゃないからさ、今のところね、4月ぐらいまでは行き着く間もなく、また駆け抜けていくような感じになるんじゃないかなと思います。そんなわけで、クリスタルワークね、もう第3弾のクリスタルをお配りする準備も始まりますし、フィールドワーク、私もね、代金を、少しね、いただくっていうようなことを、アナウンス今しましたけど、やっぱり交通費とかね、いろいろ諸経費っていうのがだいぶかかってきますので、ぜひ、チャリティーサークルのね、サイトでした。何か気に入ったものがあれば、ぜひご購入していただいて、それはすべてね、この運営費にね、当てていますので、そこでご協力もいただけたらすごく嬉しいですね。年内はですね、今、クリスマスのギフトセットとかね、あとはチャネリングブレスレットとか出てますけれども、年内は、28日まで、サイトで受付をしていて、その28日に受け付けたら、お申し込みいただけましたら、年内最後30日発送が最終日ということでした。ので、まだまだね、あと数日ありますから、ぜひ見ていただけたらいいなというふうに思います。そんな感じでしょうか。なんか日本は、雨、そして寒波からの雪なんじゃないかっていうね、あの、差し迫った寒さみたいなものを感じますけれども、ぜひ皆さん、風邪をひかずに、風邪をひいたら、ここぞとばかりに寝倒して、それもいいなと思いますね。何かね、こう、それぞれにとって1年のその締めくくりに、例えば寝るのが必要なのか、誰かと会うのが必要なのか、大いに食べるのが必要なのか、ね、ゲームをやり倒すのが、そういった時間が必要なのか分かりませんけど、これまで1年の間の中で、自分がなかなかやりたくてもできなかったことを、このお正月休みとかにね、できたらいいなというふうに思っています。皆様、2025年もユニバーサンドを、そして私を、支えてくださってありがとうございました。心より感謝しております。また、ライトワークやチャリティーサークルの方でね、たくさん応援をしていただいて、本当に、なんて言うんだろう、ありがとうございますっていうよりも、それがやっぱり一つのこう力になっていて、活動を続けていくね、原動力、大切な原動力になってますので、そういったね、ことの、こう、感謝とかも実際皆さんとね、お会いして、直接お伝えさせていただきたいなと思いますので、2026年は、頑張っていろんなところに私も、出没したいと思いますので、ぜひお近くの方は参加していただいて、会いに来てくれたら嬉しいなと思います。高知でクリスタルのね、フィールドワークしますから、なんか配信できたらいいなとか思うんだけど、いかんせんめっちゃ寒いでしょ？ちょっと外でこう、どんな塩梅になってるか分かりませんので、ちょっとお約束できないということで、これが年内最後の配信となります。ご視聴してくださった皆さんありがとうございました。どうぞ良いお年をお迎えください。またね。バイバーイ。